皆さんこんにちは、竹林です。今日も一緒に人間心理について勉強していきましょう。さて、人間はバイアスの影響によって2つの自分があるという話してきました。そのバイアスとはピークエンドの法則だったり、プライミング効果、現状維持バイアス、確証バイアス、正常性バイアスというものを前回まで紹介してきました。これらのバイアスの共通点は偏ったミクロ視点ということができます。バイアスはただでさえ歪んだ認知です。その上に視野狭窄になるという特徴があります。視野狭窄、自分が見たもの聞いたものが全てというふうな意識にとらわれてしまうのです。このバイアスの影響から逃れるためには、まず常識を疑う、そして解像度を変えるということが求められます。解像度を変える、聞いたことある方いらっしゃるかもしれません。マクロ、ミクロの視点を自在に切り替えるという視点です。ただし、これはとても難しいんです。なぜなら人間はミクロが大好きだからなんです。経済学部の1年生の人に質問してみてください。あなたはミクロ経済学、マクロ経済学どちらがやりってみたいですか？ほとんどの学生がミクロと答えます。マクロ視点、ビッグデータを使った統計というのは感情的にどうも受け付けられないんです。この常識を疑う、解像度を変えるというのは理性を発動させるということに他なりません。ただし、この理性の発動をするためには専門的な訓練が必要です。例えば、経営学修士 MBA では最初にマクロからスタートする、次にミクロに行くというふうにマクロ起点ということが推奨されております。市場全体、マーケット全体を見て、その後にライバル、競合を見て、次に顧客を見て、そして最後に自分たちがどうなのか、この順番を推奨しております。そしてこの訓練によってバイアスから逃れることは可能になってくるはずなのですけれども、私も実際 MBA 習得しておりますが、私自身バイアスの塊です。この訓練、実際に全国民にするというのは不可能です。本当に求められることは、いかにバイアスとうまく付き合っていくにはどうしたらいいのかということを考えていく必要があります。今日のお話はここまでいたします。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。